ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナの戦況解説です。地図を使いながらウクライナで起こっていることをご紹介しつつ、ウクライナ情勢についての理解を深めていきましょう。特に今回は実際に発生してしまえば恐ろしいほど被害が拡大してしまうザポリージャ原発に対する爆発物の設置という一報が入っているので、この問題についても取り上げていこうと思います。それではウクライナの戦況を見ていきましょう。戦況解説をするにあたって使用する地図は、戦争研究所の発表しているものを使いながらお話ししていきます。ウクライナ当局は反転攻勢による領土奪還作戦、先週1週間において28平方キロメートルの領土を奪還したことを発表しました。確実に領土の奪還は進められているものの、ロシア軍の抵抗も粘り強いものがあり、快進撃とはなかなかいかないような現状が続いています。また、作戦上最も価値が高いのは、南部戦線ザポリージャ州などにおいて南進を進め、アゾフ海へと到達することです。これによりロシア軍の占領地を東西に分断するとともに、クリミア半島の補給の大元であるクリミア大橋を落とすことができれば、クリミア半島全体の孤立化も招くことができます。そうした意味ではウクライナ軍としては南部戦線において前進を果たしたいわけですが、現在東部戦線においても激しい攻防戦が勃発しています。それはロシア軍がこれまで必死に攻め落とそうとしてきたバフムトなのですが、今度はウクライナ軍がこの地において反撃作戦を進め、両軍の攻防が激しくなっているのです。ロシア側としては政治上の理由でバフムトを落としたこともあり、これを奪還されてしまうとメンツも丸つぶれといったこともあって、かなりの戦力を集めていると戦争研究所では分析しています。東部戦線の詳細図。バフムトにおいては市街地への突入といったものはまだですが、バフムト市街の周り、北部や南部においてウクライナ軍の領土奪還作戦が継続的に行われ、しかもロシア軍は徐々に後退を続けています。これは今までは攻勢一辺倒だったこともあり、ロシア軍の防御陣地は十分に築かれているわけではありません。それだけに押し返されるとそれに踏みとどまるための胆力は彼らにはないのです。ただ、ロシア軍はバフムトの町を取り戻されないようにするために、この地域全体で5万人程度の兵力が配置されていると分析されており、全体としてまだまだ総崩れとはいかない状況です。しかし、ウクライナ側は塹壕陣地を一つ一つ攻略している動画などについても積極的に公開しており、この地域におけるロシア軍の士気が負けが続くことによってより低下する可能性は十分あります。続いて南部戦線。ザポリージャ州とドネツク州のその州境のあたりにあるベリカノボシルカから南へと下るウクライナ軍。ここが最も多くの領土奪還を果たしている地域になります。そして、ザポリージャ州のオレホボ。本来であればここから南へと下り、アゾフ海を目指すルートというのが本命視されているわけですが、頑強にロシア軍の抵抗に遭っています。ベリカノボシルカ付近における戦況については、前回の動画でリブノピリをウクライナ軍が奪還したことをお伝えしました。ここは小高い丘のような場所にある集落で、平地ばかりのウクライナにおいては、少しでも高いところに陣地を築くことができれば、そこからより遠くの敵の動きを察知するにも都合が良いですし、また砲撃の拠点としても機能を強化することができます。それだけにロシア軍としてはリブノピリを取り戻したかったのですが、逆襲に出たロシア軍はウクライナ軍に撃退され、リブノピリを奪還することはできませんでした。そのため現在ではウクライナ軍側の陣地の一つとなっています。ウクライナ軍はさらに南へと下り、前線は激しい戦闘が続いています。この地域においてはもっと後方にロシア軍の重厚な陣地があるために、ロシア軍としてはもっと下がって良いと考えているかもしれません。しかし、そうであるならば、兵力が消耗しないような撤退戦といったものをすればよいのですが、結局は政治判断として、ウクライナ軍に領土奪還を許してはならないと言明されている部隊が多いために、十分な陣地が構築されていない場所での戦闘が継続的に行われ、ロシア軍側の被害が拡大しています。そして激戦が続くザポリージャ州オレホボ戦役。こちらの方の地図で特徴的なマークが大量に発生しています。これは戦争研究所が衛星情報などを元にしてロシア軍の塹壕陣地などを赤三角で示したものです。この地域ではロシア軍がウクライナ軍を絶対前に進めさせないぞということで時間と人手を投入して重厚な陣地を築き上げているところです。ただ、そういった状況の中でも
ウクライナ軍はじわりと前進を進めており、現在はその先端はロボ単位での攻防が続いています。関連動画をご紹介しておきましょう。ロシア軍の守っている陣地には大量の地雷が仕掛けられています。そのため、車両が通行する際に地雷原を何とか処理しながら進んでいかなければなりません。この映像は戦車に取り付けられた地雷処理機で処理された対戦車地雷の爆発というものが見られます。これがうまくいかないと、進軍は停止し、ロシア軍が攻撃を加えてくるというわけです。ただ地雷原に突っ込むからには全ての地雷を処理することができないため、戦車や歩兵戦闘車などが数々移動不能になってしまいました。これらについては、戦闘が継続的に行われている中では回収するのは困難です。しかし、ここ最近になってようやくこれら地雷によって動けなくなった車両を回収する作業の動画が公開され始めました。ウクライナ軍が南進を進めることができ、それだけ戦闘がより遠くになったことによって車両の回収という時間のかかる作業に取り組めるようになったわけです。続いては南部戦線のヘルソン州。ヘルソン州の周辺では、ウクライナ軍が川を渡って対岸に幾度となく進出しています。これに対してロシア軍も攻撃を加えているのですが、ウクライナ側としては速やかに陣地移動を何度となく繰り返すことによってこの攻撃をいなしているようです。おそらくこのような出たり入ったりといったことを繰り返すことによってロシア軍の注目を集めるという行為はこれからも継続的に行われるでしょう。ロシア軍の方が手を抜けば前へともっと出るし、攻撃が激しくなればすぐにでも戻って被害を軽減するといったことを反復させることでロシア軍の神経を疲れさせるというわけです。そしてここ最近になって非常に大きな問題になっているのがザポリージャ原発です。ノーバカホカにあるダムが決壊し、それによりドニプロ川はダム湖を失って川底が見えるようなことになっています。そのようなザポリージャ原発に今非常に大きな危機が迫っているとウクライナ側が発表したのです。それはロシア軍がこの原発に爆発を引き起こす準備が完了していると告げたのです。また、これに関連して、ロシア側と契約を結んだ職員たちに対して、この原発からの退避をするように勧告がなされたというのです。現在のところザポリージャ原発は発電はしておらず、冷却状態が維持されています。ザポリージャ原発には6号機まであり、それらはいずれもヨーロッパ最大級の規模がある大型の原子力発電所です。外部からの攻撃に備えて非常に頑丈な作りになっています。しかし問題なのは現在占領しているのがロシア軍であり、彼らが爆発するための準備を進めていた場合、外から力を加えるのではなく、原発建屋の中に爆発物を仕掛けることが懸念されています。もしも原発の建物内に爆発物を仕掛けた場合、放射性廃棄物質が大量に飛散することが懸念されています。ロシアならやりかねないという意味では非常に懸念されるわけですが、それ以外の危険性も指摘されています。それは直接的に原発を狙うのではなく、原発の関連施設などを狙うという話です。例えばこれは上空から見た場合の写真です。ザポリージャ原発は6基まであり、真横にはドニプロ川、そして冷却用水を得るための池も隣にあります。現在のところドニプロ川はダム湖が干上がってしまったために川底が見えている状態です。一方で冷却水の池についても徐々に水位が下がっており、ここにさらに一押しをする可能性があります。堤防部分をロシア軍が爆破して、この冷却水の溜まっている池を完全に干上がらせてしまおうという計画です。それ以外にも外部電源とつながっている送電線類や変電設備などについても爆発させるようなことをすれば、原発それ自体に攻撃を加えなくても、原発の状態をより危険にし、重大事故発生の確率を上げる可能性が懸念されています。ザポリージャ原発を爆破させてしまうのではないかといった話については、決して口頭無形な話ではありません。そんなことをすれば、周辺においてはとてつもない被害が広がるとともに、さらにはロシア本国にも放射性廃棄物質が飛散してしまうではないかといった行為などもあります。だからといってしないと考えるのはこれは早計です。なぜならば、被害を受けるのはロシア国民であってプーチン大統領ではないからです。あの国において一番大事なのは国民が被害を受けるかどうかではありません。そのことは戦争における戦い方からもわかるわけです。例えば、人海戦術に基づいた兵士たちの特攻などというものは繰り返し行われてきたわけですが、それによって何かロシア国内でプーチン政権に対する批判などが起こったなどという話は一切聞きません。
人命は非常に軽視されているのが現実ですし、またプーチン大統領もそのようなことを一切気にしている様子はありません。ですから、ザポリージャ原発を爆発させて、放射性廃棄物質が周辺に散らばることによる被害について、プーチン大統領が気にする、だからこれをやめるなどという考え方は、あくまでも日本人らしい考え方で、一切ロシアの考え方について無視した考え方だと言えるでしょう。そして、これよりも前に起こった出来事についても考察をしておく必要があります。それは、ノーバカホフカのダムが決壊したこと、この原因が何かについては確定することはできません。しかし、有力な説というのは確実に存在します。まず第一に、ダムが決壊を起こした、このことについて、水量が大きかったからであるとか、外部から砲撃されたからであるといったような話については、今のところその可能性は非常に低いと考えられています。ソ連時代に作られたノーバカホフカのダムは非常に堅牢に作られており、そのような外部からの力によって壊されるような、その程度のやわなものではありません。むしろソ連の技術力を示そうとして、いわゆる国の力を上げて作ったものですから、頑丈堅牢、そして非常に長く使えるようにこしらえたものです。そのようなものが水量がたかだか多かったぐらいで壊れるというような、その程度のものではありません。現在のところ最も有力な説というのは、堤防を外側から何とかする話ではなく、堤防の内部にある通路において、爆発物が大量に爆発したからではないかといった説が最も有力です。なぜそのような内部に爆発物を仕掛けていたかといえば、それはカホフカのダムをウクライナ軍に奪われてしまうと、クリミア半島へと続く水路の水も止められてしまい、ロシア軍としては非常に苦しんでしまう。また、自分たちが奪ったものを取り戻されるということ、それ自体にも非常に嫌悪感を持っており、どうせウクライナに取り戻されるのであれば全てを破壊してしまうという、いわゆる焦土作戦の一環として爆発物を仕掛けていた可能性が高いのです。ただし、爆発させたタイミングについてはこれは事故だった可能性もあります。本当に奪われかねないような危険な状態になった時に備えて爆発物を設置していたんだけれども、タイミングとしては事故のような形で爆発させてしまい、ダムを決壊させてしまったというわけです。この話、今のところ他の案よりも有力視されています。外部からでは壊れる可能性は非常に低く、内部からの力がなければそうはうまくダムは決壊しない。しかも外部からの力では感じないような地震動に近いような形で遠方でカホフカ付近における地面の振動といったものをヨーロッパ側の研究所などが捉えています。このようにロシア側としては基本戦術の中に衝動作戦があることを考えれば、ダムを破壊してそれによってこの地域全体の農業を壊滅に追いやる、つまり土地を利用する価値そのものを失わせてしまうことがロシア軍としては目的にかなっているわけです。同じようにしてザポリージャ原発についても放射性廃棄物を撒き散らすことによって原発周囲を人の住めないような土地にした上で、さらには農業国家ウクライナから穀倉地を奪うという二重の意味の苦しみを与えようと考えていたとしても何ら不思議はなく、むしろその方がロシアらしい考え方だとすら私は思います。ただ、直接的に原発を狙うのではなく、原発が事故になるような形で周囲の貯水池の堤防や外部電源との接続が完全に切れるような破壊工作など、いわゆる小賢しいことをすることによって、ウクライナ軍が原発を取り戻した時には、もはや事故は避けられないような状況になることを狙っている可能性があるわけです。何にしても重要なのは、日本人だったらこう考えるようなというような考え方でプーチン大統領の考えを推し量るのは無理があります。これまでのロシア軍の戦い方や占領政策、そういったものをもろもろ考えた上で、ロシア軍がやりかねないといったことを危機感として持っておく必要があると思います。というわけで今回の動画はここまで。ウクライナ軍の領土奪還作戦はじわりじわりと進み、ロシア軍に対する主導権を維持しています。しかし、ウクライナ軍の領土奪還が進むことを快く思っていないロシアとしては、占領地を取り戻されるぐらいなのであれば、徹底的にこの価値を破壊してから後退しようとしている可能性があります。ザポリージャ原発に対する爆発物の設置などという話については、どのレベルで破壊工作を行うのかが非常に注目されていて、この後も忘れてはならないことです。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。